こんにちは。この画面、まさか、ネットワークに接続中。20年ぶりの、エアライドリメイク。他の実況者さんの動画を見たけど、最初のローディングを採用してるのはお前だけにゃ。タームズ&コンディションは適当に同意するわん。そこは突っ込まないでやるにゃ。画面を見ることすらせずにフレンドにダッシュ。フレンドと一緒にシティトライアルを遊ぶ約束をしてるわん。入れないぞ。セッションが始まってるわん。僕にもわからないにゃ。3分後の世界にカットするわん。普通にパドックから行けたわん。なるほど、そこで部屋を募集してセッションを始めるのにゃ。最初はフレンドと一緒に CPU と遊ぶわん。20年ぶりなんだ。いきなり対人戦で絶望したくないわん。でもさすがにまだスキルシーリングもそこまで高くないはずだと思うけど、ゲームの才能に溢れてるプレイヤーは何回かするだけでシステムを見抜くにゃ。エグザクトリー。始まるわん。挨拶をかまして、ライドオン。飛べ、僕のビッグマシン。やけに遅くないか。なんだこれ。とまあこの犬の言ってることは後で聞くにして、シティトライアルについて説明させてもらうにゃ。シティトライアル、キャッチフレーズはマシンを育てて、スタジアムに挑め、最終決戦に向けて5分の間フィールドを駆け巡り、アイテムを集めてマシンを強化。アイテムはフィールド中に散らばっていて、拾ったアイテムによって上がるステータスも違うにゃ。だから加速重視や飛行重視のアイテムを集めることにより、スタジアムで自分のマシンが有利になるようにできるにゃ。今ゴッドがしたように、フィールドに落ちているマシンに乗り換えることもできるにゃ。マシンによってベースパラメータも異なるから、選んだマシンに合った育成を目指そう。今何が起こってるだって。ゴッド、説明よろしくにゃ。シティトライアルでは数分に一度予測不能のイベントが発生するわん。自分にとっていいイベントも、時には悪いイベントも発生するから、そこはランダムで抽選されるわん。今回は秘密の部屋が偶然僕の近くでオープンしてくれたから、パワーアップアイテムを独占できたわん。最初はシステム紹介したいから、少しカットするにゃ。食らうわん。相手を倒すことでアイテムを奪えるわん。殺意マシマシで草。そういう感じで5分間マシンを育成したら、タイムアップだにゃ。その後どうなるかというと、マシンのステータスオープン。自分の育てたマシンの性能をチェック。これで何がずば抜けてるか何が足りないかを凝視。そして、ステイディアム。ランダムな4種類から参加したいものを選択。自分のマシンを活かすか、ライバルの裏をかくか見極めるのがポイント。今回はレールパニックを選択にゃ。僕のバイクでは飛ぶことはできない。そしてドラッグレースといった。直線レースもあまりおすすめできないわん。こうなったらもう選択肢はただ一つ。16人のうち2人しか選択してないにゃ。ならば真剣勝負、負けるわけにはいかないわん。スタートを切ったにゃ。だがしかし最高速度はお前のバイクではかなり低めの方だにゃ。できるだけ加速ループをくぐり抜けるのにゃ。何か来てる。後ろの味方がわからんぞ。抜かれた。まずいにゃ。やはりスピードが劣ってるにゃ。加速ループもあまりないにゃ。負けたくないわん。記念すべき初スタジアム。いいスタートを切らねば。ここで、ドッキュン。抜いた。どうだ。相手が後ろってことは、抜かれた。負けてたら草。当てるシンクロー。消えた。よーし。ギリギリ勝ち上がったにゃ。次へゴーだわん。雑カットを打つ。なんだこれ。どうやらショートレースが開催されるイベントのようにゃ。急げ。よーし。間に合ったわん。他にいないわん。お前って意外とオンタイムなんだにゃ。時間通り、とは約束の時間の15分前って決まってるわん。面倒なやつにゃ。開催まであと5秒。着々と他のプレイヤーがポップイン。8人。で、レースを行うわん。ここは僕のドライビングスキルを見せつけてやるわん。驚くことに、こいつが最初のコーナーを取り、レースは今のところ順調に進んでいる。カマン。まだ体験版初日、みんなエクスペリエンスがまだないのをいいことに、ショートレースをまさかの1位でフィニッシュしてマウントを取っていく。うまだわん。かなりのパワーアップアイテムを回収。ショートレース、めっちゃいいわん。開拓が進み次第、どん底に落とされるのは100も承知。今のうちに俺ツして喜んでるにゃ。それで、今の感想をどうぞ。最初は結構画面良いとかしそうになったり、操作性も慣れるまで満足にマシンを動かせない感じだったわん。これはまだ2回目のシティトライアルだけど、もうすでになんとなく慣れてきた気がするわん。そういうところがちゃんとゲームを普段あまりしない人でもカジュアルに遊びやすく、魂を込めて作られてるんだなぁ、と感じたわん。最初のセッションではなぜかスティックを上に倒して警告されてたけど、2回目のゲームでもスティックを倒してないことから、アダプトしやすいなというのが僕からのフィードバックだわん。じゃあ次は変にマシンをスピンしまくる癖をなくすにゃ。こいつ、見てたのかわん。画面を見てるにゃ。当然にゃ。それで、このゲームは買うのかにゃ。小学生の時、放課後に友達と遊んでた思い出を蘇らせてくれたから、絶対に買い、だわん。そうか。じゃあ僕も検討するにゃ。一緒に遊ぶにゃ。
珍しいこともあるもんだわん。お前がそんなことを言うなんてね。仕方なく、遊んでやるにゃ。へいへい、なんて話している間に5分が経つわん。スタジアムはどうするにゃ。今乗っているマシンはワープスター。いわゆる典型的なオールラウンダーマシンだわん。だから何でもこなせるはず。なるほどにゃ。とりあえずスタッツを見てからじゃないと何も始まらないのにゃ。ステータスオープン。集めたアイテムの数は87個。ややフライトに長けている感じだから、スタジアムの項目を見てから決めることにするわん。ターゲットフライトとハイジャンプがゲームのおすすめだにゃ。確かにお前のビルドにはもってこいだが、僕は、協力がしたいわん。ビビったな。確かにこれでは負けることはないし、記念すべき最初の対人戦は負けてない、と言えるにゃ。確かに言い訳がましく聞こえてしまうのは否めないわん。でも僕は最初のセッションくらい、一人で勝つのではなく、みんなで勝ちたいわん。なら頑張るにゃ。何をしてるにゃ？早く攻撃をしに行くにゃ。いや、その、ロックオンとロックオフのシステムがうまくつかめないわん。めっちゃ手こずってるのにゃ。それとどの攻撃が効果的とかなんにもわかりません。仲間がかわいそうにゃ。ホイールに変身したけど、これは正直残念コピーなのでは？取った後に言われても困るわん。それと、もしかしたらだけど、コピーの上書きができないかも。一度コピーしたら、終わるまでそのコピー能力で戦わなければならない。これは気をつけて選ぶにゃ。少しカットしたにゃ。あともう少しで勝てるわん。フィニッシュは僕がビシッと決める。スペシャルチャージ。いじけー、手逆。あ。うわー。フィニッシュ取られたー。コントロールできてなくてさ。でもみんなの勝利だわん。そう。みんな、の。バッチリランキングつけられてて草。はぁ、クライテリアは、これは、どうやら与えたダメージによってランキングが決まるみたいだにゃ。お前が与えたダメージは670。8人中5位という微妙な順位に。当然終わらないよな。何が協力じゃ、絶対に勝ってやるわん。おなじみの空に浮かぶ場所でアイテムをファーミングしまくり、自分のマシンをメキメキとパワーアップしているところに、パワーアップアイテムがたくさん詰まってるレアボックス大量発生イベントが襲来。と同時に飛び降りボックスハンティングに向かうゴッド。レアボックスからは、おお、かなりのアイテムが出るにゃ。これなら、一気にマシンを強化できるにゃ。まあ上出来だわん。オールラウンダーは捨てて、飛行に長けたマシンでスタジアムに臨む。4つも選択肢が出るんだ。確実に1つは有利なのが出るはず。はい。来ましたわ。これはさすがに、エアグライダー一択だろう。新モード、ボタンラッシュに興味を隠しきれてなくて草。本当に鋭いやつだわん。ライバルは2人、ぶちかますわん。アクセルシンクロー。これは、僕の勝ちだわん。圧倒的な飛行力を見せつけてやったわん。確かに圧倒的だにゃ。ワンモアコイン行くわん。うおー、待ってー。加速が全然足りてないわん。うがー。前とどんどん差が開いていき。ガタガタにされてて草。脳幹。あ、脳幹だわん。はぁ。ワンモアコインオブワンモア。ふふ。カスモモテよ、オーバーウェルミング、ステータス、オープン。集めたアイテムは69個。最強だ。今度は絶対に負けない強い意志を持ってスタジアムに臨ませてもらうわん。相当前の試合の敗北がメンタルに来てるようだな。最後はわちゃわちゃはちゃめちゃのルールを選択して終わるわん。おすすめはハイジャンプだけど、僕はあえてそこには行かない。なぜなら、ストロングでインディペンデントな犬だからだ。その割には時間ギリギリまで迷ってたのくさ。迷いがダダ漏れだからかっこよくないにゃ。うるさいな。最後に選んだルールは時間制限内に倒した敵の数で競うモードにゃ。18人中6人、3分の1が選んでるわん。それほどポピュラーなキックなのかも。エアランド20年歴の僕が一つお灸を据えてやるわん。はい、最強コピースター。小学生の時、これで A ボタン連打戦法が最強だという結論に至ったわん。意外と効果的なのがムカつくにゃ。ザク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 、お通りします。は、早いにゃ。早速2位との差が広がる。子供が直感で出した結論を舐めてはいけないわん。悔しいが認めてやるにゃ。それで、ファイヤーをコピーしたけど、ファイヤーは外れだと昔思ってたわん。1対1対しか倒せないからキルスピードがミードルに劣るわん。キルスピードが速いコピーがこのモード強いってことかにゃ。プラズマは一層できて強いとは思うけど、僕はミードルのような能力が一番使いやすいのではないかと、勝手に思ってるわん。コメントで教えて。ここに来て2位との差がまさかの2倍。こいつ、強いな。ここまで来たらもう勝ったようなものだわん。なので最後に一言。エアライダー、本当に楽しみだわん。本当に20年前に戻った感覚で、感無量です。正式版、待ちきれないわん。
最後は必殺技で決めにかかる。もう止められないにゃ。正式版では伝説のマシンを組み立てて、オンラインで暴れてやるわん。とまあ、これでタイムアップ。これは GG だわん。これはリザルト画面を見る前から勝者ははっきりわかるにゃ。アペルシンクロー。消えた。倒した数は86体、GG アゲイン。それでは、また次の動画で、ご視聴ありがとうございました。